不動産屋さんの怪談、語り手ゆりです。さて、今回のお話は1970年前後の北海道函館であった体験談だそうです。お話をくださった方は T さんとしますが、その T さんの義理のお父様が体験したお話です。そのお父様を仮に和田さんとお呼びしますが、和田さんは当時はまだ独身で、函館の運送会社のトラックドライバーをされていました。毎日道内の長距離運転で忙しくしていた和田さんでしたが、時々同じトラックのドライバー仲間たちと世間話やいろんな情報交換をしていました。それは道路の危険な箇所や休憩スポットなどなどで有益な情報を知ることができたということでした。そんな中、ある日和田さんは仲間内から奇妙な情報というより不可解な噂を耳にするようになりました。それはこんな噂だったそうです。あるトラックドライバーが深夜を過ぎた夜中の2時に道内のとある山道の峠を運転していました。すると前方からこちらに向かって無人のバスが走ってきたというのです。それは運転手すらいない全くの無人の幽霊バスだったのです。最初は誰も信じませんでしたが、その後他の複数のトラックドライバーも夜中にその峠を走った時に無人バスを目撃したそうです。奇妙なのは、その無人バスを目撃したのは必ず夜中の2時に峠を走っている時だということでした。そうしてドライバー仲間の間で噂が噂を呼び、和田さんの耳にも届きました。最初はただの作り話か見間違いと捉えていた和田さんでしたが、さすがに目撃者が増えていくにつれてだんだん興味を持つようになっていました。そして夏のある日、仲間たちがまたその無人バスをどこどこの誰々が目撃したらしいと噂をしていました。和田さんは未だ半信半疑でしたが、好奇心旺盛でまだ若いですから、よし、じゃあ俺がその時間に峠に行ってその話が本当かどうか検証してやると仲間たちに言いました。そこで毎日運送で忙しい和田さんでしたが、その峠を通る機会が来るのを待っていました。そしてついに荷物を届けて仕事を完了した後、若干遠回りですが、その峠を通って帰ることができる日がありました。和田さんは峠を通る時間を夜中の2時頃になるように出発を少しだけ調整して運転していたそうです。さて、夜中の2時少し前に峠に向かって街道を走っている和田さんは、時々対向車とすれ違うたびにだんだんバカバカしく感じてきました。よくよく考えたら、こんな夜中にバスが走っているわけがないな。バスが無人だったというのも目の錯覚かもしれないし、実際に目撃したやつから聞いたわけでもないと、ふとそんな考えが浮かんできました。そうは言っても帰り道です。和田さんは例の峠の道に入るところに差し掛かり、登り始めました。ところがその峠の道に入った瞬間、さっきの街道とは雰囲気が変わって、暗く寂しく、夜中だからか車はほとんど走っていませんでした。対向車や後続車がなければ、峠の道は街灯などなく真っ暗な暗黒の世界で、自分のトラックのヘッドライトだけが行き先を照らす命綱のようでした。そして峠を登れば登るほど、和田さんのトラック以外周りには一台も車がなくなっていき、山道独特の何かが潜んでいてもおかしくない気味の悪い空気に包まれていきました。
携帯電話がない時代に車が縁故して立ち往生だけはしたくないような道でした。それでも和田さんはすぐに不吉な考えを吹っ切ってゆっくり安全運転で進んでいきました。そしてそろそろ例の時間ではと思い時計を見るとほぼ夜中の2時を指していました。でも特段何も変わったことが起きそうな雰囲気はありませんでした。和田さんはなんだ走っているのは俺のトラックだけじゃないかと少しほっとして改めて噂に乗せられた自分をバカだったかなと苦笑したそうです。そして緊張が解けた和田さんがラジオでも聞こうかと思ったその時でした。突然前方から一台の車のヘッドライトが見えてきました。はっとした和田さんは慌ててその対向車が何なのか目を凝らしてみたそうです。でもまだ距離があり暗闇に浮かび上がったヘッドライトの光しか確認できません。すると対向車が少しずつ和田さんの車に近づいてくるにつれて眩しいヘッドライトの光の中からその車の全貌が現れてきました。それは紛れもなくバスでした。和田さんはその正体がバスだと分かると思わず息を飲んだそうです。いよいよ来たか、そう思い噂通りの流れに身構えました。時計を改めて見ると時間はまさに2時きっかりで和田さんはそれでもまさかねえとまだ半信半疑でした。たまたまこの時間に観光バスか何かがこのルートで回送しているのだと目の前に迫ってくるバスを見ながら思いました。そこで和田さんはトラックのスピードをさらに緩めてすれ違いざまにしっかり見届けてやろうと考えました。その間もバスはどんどんエンジン音を響かせながら和田さんに近づいてきます。そしてついに和田さんのトラックとバスとの距離が10メーターぐらいになった時でした。和田さんは慎重にバスの中を見たそうです。するとバスの中は空っぽでした。運転手も乗客も誰もいませんでした。明かりがついていたので内部の様子が丸見えだったのですが一っ子一人乗っていなかったのです。それは言葉通りの無人バスでした。和田さんは驚愕し全身凍りついたそうです。それはまるであの世から迷い込んだ幽霊バスのようで不気味に車内だけが明るく見えました。和田さんは震える手でハンドルを握りしめうわー無人バスだと叫びながらどこをどう走ったのかもわからないくらい狼狽し気がつくと会社に逃げ帰っていたということでした。噂は本当だったと和田さんは自分自身には証明できましたが無人バスを見ていないドライバーたちにとっては果たしてどこまで信じたかは分かりません。これは冒頭でもお話しした通り1970年前後の半世紀くらい前の出来事ですが当然その峠は今でも存在すると思います。ですからこの北海道の某所にある峠ではもし夜中の2時に車で通ったら現在でもその無人バスとすれ違うのかどうかは興味がありますね。人が幽霊となってこの世をさまようようにバスも同じように幽霊バスとなって無人のままさまようのかもしれません。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。